とりあえずデータ整理しよめっちゃいるよ。うでしょ。キャンピングカーで日本一周してます。そうなの？夜は空いてる。ついてるね。この間とは一緒だから向かってる方向。2週連続にわたり幕張方面。明日何時？明日は朝10時に幕張メッセのキャンピングカーショー自体は10時ぐらいから開くの？もうちょっと早いのかな。でもオープンは多分いっぱい人がいるんじゃないかな。お昼ぐらいまではなんか割と人がいるイメージ。入場のね列ができちゃうから。あれ去年ジャパンはフルで行ったんだっけ？全部参加してた？ 3日間いたのかな。いたよね。去年も4日間だっけ。金土日月だった。で土日月行ったんだっけ？だったような気がする。今年ももともと全然行く予定なかったので、たまたまねマルンポさんからキャンバケスタッフとキャンバケチーム集まるよみたいなで、じゃあ日中キャンピングカーショー近いから行くみたいなで、下ゆうすけさんで3時半からステージあるっていうから、じゃあ冷やかしに行く？そう見に行くみたいな話をしてたら、見に行くんだったら出てやみたいな話になって、じゃあ出るか。そうだからまあそんな感じでね、今回急遽決まったけど、それのね、まあためというかおかげというか、一日でキャンピングカーショー行こうかなって感じ。まあだからね、せっかくだからね動画回そうかな。あとはあれだね、こういう時はねキャンピングカーやっぱいいなって思うの。全泊でね幕張近くに行けちゃうから。確かに。まあ、幕張パーキングぐらいまで目指して、一応ちょっと着いたらね、急遽ね撮影してるからちょっとデータ整理したいから2回パソコンでねデータ整理しようかな。そうだよ、データ整理しないとさ、またなんかハプニング起きるよ。過去にね消したことあるから、撮れてなかったのって消えたのがあるから、岩手編なんでおじゃんになっちゃって、データ写してなかったデータを消すっていうトラブルがあったのがあれ岩手で、ほんと1日分ね。そう丸1日分潰れたから。水族館とか行ってたのにね。そう動画ずっと撮ってたのに丸1日何にもないもん。もったいない翌よね。朝になっちゃう。牛タンも食べに行った。まあかろうじて iPhone で撮ってたやつはさそう残ってたけどさ、 iPhone も同じでさ、同じように撮っといたけど消えちゃうみたいな、消しちゃったみたいなの結構あるから意外と難しいな。でその辺はね iPhone もしっかりデータ整理しておかないとで挑まないと、今日みたいに突発のね、特に突発で出る日は気をつけないといけない。風が強いの橋だからじゃない。だからさ、ここ最近なんかさ、うちほら家がマンションだからかわかんないけどすんげえ風強いの。マジで台風割りで毎日。でも地域柄向こうさビュービュー風してるじゃん。しかもだって今外気温2度だよ。でもなんか週明けあれでしょ、関東でもそうそうそう、雪降るらしいじゃん。そうらしい。あと1時間ぐらいで着くわ。どんぐらい？意外とでも思ったよりは幕張近いよ。混んでないからね。俺いつもほらこの道とか今通ってるとことか多分日中混むんだよ。そうするとすんごい遠く感じじゃない。そういうこと？今はねこのね一定のペースでずっと走り続けられてるからだからいいもの。あとは明日あれだよね、朝ねキャンカーのところ駐車場混むから僕もちょっと時間ゆとり見ないと。よし、うーさん無事到着。ベッドを作ったからベッド行って寝なよ。あとはうーちゃんをここからおかげさん、も上に移動。うベッド行って。うーちゃんのベッドも作っといたよ。じゃあもうねパジャマにする？歯磨きも終わってまずは寝るだけ。忙しいよ待って。忙しいんだって。でちょっと何が忙しい？忙しいよね。うーちゃんお着替えする？そのまま寝る？このまま寝る。このまま寝る？ちなみにじゃあ行ってよ。パジャマに着替えたってこんなもこもこだけど。あ、そうなの。でもさ、フード邪魔じゃない？寝るとき。気にしないの。そうだよね。
はい、いってらっしゃい。パパもそのまま寝れる人だから。まあパジャマみたいなもんだよ。じゃあおやすみ。こうやって見るとバンク広く見えるんだよな。ぐーちゃんがちっちゃいから。ああ、ママの毛布がなくなったかもしれない。おやすみ。よいしょ。よし。とりあえずデータ整理しよう。画面拭きたい。ああ、そっか、パパ閉じっぱだからね、画面いつも。ママパソコンめっちゃ綺麗だよ。キーボードとかも。よくあんなちっちゃい画面でできる。ママもこれでやってたよ、でも。そうだよ。それの前。で変わる。はい。で今ねこれ使ってんのがワンダーシェアのリカバリットってやつをね起動してます。今回これをねなんで紹介してるかっていうと、もともとねお仕事でいただいたんですけど、実はねこのワンダーシェアの、このソフトって SSD とか SD を復元させるソフトで、このね復元するファイルみたいなのがあって、でこれねうちね実はねワンダーシェアのソフトだと思うんだけど、昔ね今から何年前あれ結婚式9年ぐらい前、約10年ぐらい前の結婚式挙げた時に実は写真撮ったんだよね2人でね。撮った写真が当時ママの方の一眼かなの方のデータが SD カードを間違えて消しちゃったか何かしらがあって使えなくなっちゃった。で結婚式ってねもう一生に一度しかないところで撮った写真が復元できなくなって使えなくなっちゃって見れなくなっちゃって、で急遽この確かねワンダーシェアのソフト買ったんだよね。だからこのパソコンじゃないんだよね、前のパソコンなんだよね。で復元できたの全部。今多分ね写真が何枚かね画面上出てるかと思うんですけど、でまあそんなことがあってで SD のデータを間違えて消しちゃって、それで復元するのに実はこのワンダーシェアの確かねちょっとねソフト名違うかもしれないけど昔のこの SD を復活させるやつを持ってた。で今回たまたまそれを思い出すかのようなことがあって去年ね岩手のデータ飛ばしちゃって、でねパソコンがね変わってたからねちょっとね忘れちゃってたんだよね、そのソフトがあることを。で今回はちょうどねそんな時にこれをお仕事のご依頼をいただいて、で今ねちょうどねこれ使ってて、でこれねもうね大体ねやれることねでも増えたな。そのねデータをさっきに整理するって言ったんだけど、その整理っていうのはこの、ね、メモリカード、うちだとねメモリカードがねあるの。そうこれねうちで使ってるメモリカードで、これプラスあと本体 α7-3 に刺さってる2枚と、あと今撮ってるこの ZV-1 のメモリ1枚で全部でね3枚あとプラスで、だからねこんだけあって、これらのデータがねちゃんと撮影前にね、一回本当は全部消去してからフォーマットしてからやんなきゃいけないんだけど、データを写し忘れるのね忘れてフォーマットしちゃうともうデータ消えちゃうんですよ。でそれをね復活させることができるのが今このソフトなの、リカバリット。今ねちょっとね試しにこのデータ、これね中身ゼロなんですよ。フォーマットされた状態、中身が何も入ってませんっていうメモリーカードなんだけど、今256ギガ中256ギガ余ってますと。これを復元してます。でねもうすでに写真だけでも結構出てきたね、23枚ぐらいし、これね今ね高度なスキャンってやつやってて動画がね復元できてる。これどんだけできるんだろう。でもなんかちょっと試しでいいから復元してみようか。一回ねこのデスクトップに保存しますと、 ZV-1 かなんかかな、フォルダを開く。割と最近の動画かな。これね今ね写真ね復元してみました。で写真復元して ZV-1 で撮った写真だ。おおなるほどね。これは茨城かどっかで行った時かな、多分試しで撮ったやつだよ。とりあえずこんな感じかなみたいな感じで多分ママが撮ったやつ。はい、こんな感じでねこのねフォトに選択してこれを、スキャン試し1でこれでね、保存しますと。今ね写真のね29データをねこれで復元できてるのかな。まあこんな感じでね復元できます。はい、でちょっとね分かりやすくね説明しようかなと思ってて、今ねこの手元に α7-3 があって、これね今スロットにこのメモリカード使ってて、これをね一回フォーマットします。フォーマットでまずこれ今ねカラー
こんな感じでね空になりましたって。でこれでこの状態で一回動画とか写真を撮って、でもう一回これをフォーマットする。で読み込んでみる。それが一番分かりやすいかなって。だから今この状態は使える、もうそのまま撮れるから、待ってそう。あとちょっと動画も撮っとこうか。こんな感じでね動画撮って、でスロットにはねこのカードを挿すと。でこれで今まずねパソコン側でデータが入ってるかどうかを、確認。よし、でこれがね今のデータ入ってるかどうかを確認。ローファイルが3つ、これね撮った写真とか、あとは動画ね、動画これかな、これでこれを、じゃあ仮にこのまま消しちゃおうか。これでうわ間違えた消しちゃったぜをする。でしかもゴミ箱に入れたものをさらに消す。でこの消したのをねゴミ箱から、これもね間違えて消しちゃいました。ゴミ箱を空にする。はい、そうするとねもう完全にこうデータがなくなった状態、どうにもできませんよみたいな。でこれを試しに1回抜いてもう1回つけて、出てきてもない。で先ほどの、はい、このワンダーシャの、ね、リカバリーと起動して、で読み込む。でこのね高度なスキャン、試す。そうすると早いね、もうすぐ出てきちゃったね。とりあえずじゃあこれを復元します。復元1で保存。こんな感じになってて、このムービーを開くとこんな感じ。お、すごいすごいすごい、同じデータや。すごいね、ちゃんと復元できました。はい、でしかも多分ねちょっとメガバイト見てなかったんだけど、これで 4K データでちゃんと復元できてるんだよ、おそらく。本当に高度な、復元を使えばそのまんまのデータで復元できるみたいな感じなのかな。 4K のまんま復活して、でフレームレートも変わらずの 23.98、24フレで撮ってるんで一緒だね。動画が復元できればもう写真なんてねこれでやると分かりやすいね。ファイル名がちょっと変わっちゃったね。ファイル名は変わっちゃった。でもこれもこれローファイル、ちゃんとローで撮ってローファイルで復元できてる。ファイル名が本来でやるとなんか連番みたいななんか品番なんだけど、これは7.3で撮ったから7.3って書いちゃってるね。でもちゃんとローファイルで復元できるから、これもちゃんとね高度な復元が写真でも可能と。しかもこんなに早くこれができるってことは、これデータ消した直後ぐらいだったらすぐ回収できる。で多分ねこれね 53%、 これもう少し読み込めば昔のデータとかも多分復元できるんじゃないかな。ちょっと今回ね時間の関係でそこまではやらないんだけど、多分これね全部読み込みできると思う。はい、であとね、簡単にねご紹介すると、これ機能使ったことないんだけど、クラッシュした PC、 このほら起動できないブルースクリーン、それから黒い画面、ブラックアウトですねした状態でもこれを読み込めるっていうなんかねそういうソフトらしい。起動しない PC からデータ復元っていうのができて、起動可能な USB ドライブを作成することでクラッシュしたコンピューターからデータにアクセスし復元可能。この機能とかすごいよね。であとねちょっとね僕はあんま使わないんですけど、NAS のシステムのデータも復元できますと。NAS ってサーバーみたいなのがあるんですよね。でそれを復元することもできますと。こっちはねごめんなさい、僕はあんま詳しくなくてよくわかんない。多分同じような用途だと思うんですよ。基本的にはこのリカバリットができるのは、そういった記録する媒体に対しての復元ができるんですよね。だからこれは逆に言うとパソコン本体のデスクトップの復元、タイムマシンみたいなもんか。このね Mac でいうねタイムマシンみたいな機能が使えるのかな。で、ゴミ箱のね修復、この辺はねほんとゴミ箱の中に入ったものもスキャンしてデータ回収できるということで、この辺はすごい使いやすい。でも一番はねやっぱり SD だね。個人的には SD カード。もうねこれ僕らね YouTube やってる人は配信するこのデータね、今このね画面撮ってる ZV-1 で撮ってるこのデータとか、これも SD カードなんで、これが消えたら本当終わり。そんな1万2万円の世界じゃないぐらいの価値のものとかたまに入ってるんで、もう本当一貫して終わるっていうね。
それを復元できるっていうことは、万が一の時に何とかしてくれるっていうのがこの強みだからこれはね、今回ね、お話にいただいてご紹介させていただいてるんですけども、実際ねもともと使ってたんで僕もなんで、ちょっとこの使い方というか画面は変わっちゃったけどやってることは一緒なんで、これはすごく安心してね使えるソフトかなと思います。今回ねこのご紹介させていただいたワンダーシェアのリカバリットで、万が一ね SD カード飛ばしちゃったとか、あとねこれね SSD 飛ばしちゃった、 HDD 飛ばしちゃった、そんなことがあったらこれね飛ばした後でもこれ買ってできるんで全然大丈夫です。これ先に買ってなきゃいけないってことはないんで、あくまでも壊れてから買っても大丈夫です。だからそれだけは覚えておいた方がいいと思います。万が一の時もそれで対応できるんじゃないかなと思います。個人的にはねすごくねこれおすすめの商品なので、概要欄にですねこのワンダーシェアリカバリットの商品ページ、それからねホームページリンクをね貼っときますので、ぜひですねそこからご興味ある方はね覗いてもらえればと思います。パパが深夜のラーメンを食べたいそうです。もう刺していいの？いいよ。これでも刺したらなんかもう光ってるからいいんだよ。 AC 押して。見して。440ml だって。そんな入れんのそれ。すごいね。500円。ペットボトル1個分や。ね、そんなに使うの？食べなきゃやっていけない体になった。ストレス社会を生きるサラリーマンの慣れの果てで。ママだって今日50分のフルテロップ頑張って、ただ無心にひたすらキーボードを打ちまくってたよ。それがサラリーマンってもんで。これケトル使えるよね、このボタで。使えなかったらダメだ。2000ワット使えるからいけるでしょ。さすがにこれなんかさちっちゃすぎてさ本当に使えるのかと思っちゃうよ。95% だって。全然余裕だね。なんか寒くなってきたな。あげてよ今度。パパ半袖半ズボンだからね。それは自分がバター入ってる。脂っこそうだな。自分が選んだ。でも味噌バタって書いてある。なんかさ食べたくなるじゃん。アラーム3分後。最近さ時計のさこのシリがさアラーム3分後にセットしましたみたいに言わなくなったんだよ。めんどくさいんでしょシリも。食べよう。やっぱりママも箸ある。嘘やろ。ママ中華だ。うわこってりしてそう。こんな時間にラーメン食うのが久々やな。でもこれ全部食べれないな。結構買ってよママこれ。3分って書いてあるし。あれ飲もうよガバ。ガバ。ただ高いんだよねこれ。まとめ買いしても高かった。食べ過ぎ飲み過ぎで太っちゃったからヘルシーメニュー、夜はサラダっていうメニューにしたけど痩せたのかな。マック食べてたのに。今日はしょうがないじゃん。うまく食べる気なかったのにさ、追い込みの編集でご飯どころではなかった。パパでももう1週間お酒飲んでないわ。そういやママも。いやそのお酒を飲むのをやめてガーバ買ったんだよね。でもママあんまりそんなにそこまで飲まないからね。なんか飲もうと思って気づいた時にはもうあんまないんだよ。基本的でもママお茶が多いからな。親愛犬。パパがママにヘッドマッサージしてって言ったらこれ買ってって言われた。パパはヘッドマッサージしてって言ったの。でもヘッドマッサージ気持ちよかったよね。これは言っとくけど案件ではございません。テロップにある米印入れてる人がね。入れとかない。頭凝るからね探してたんだよ。ちょうどいいなと思ってパパに持ちかけたら買ったから。パパがヘッドマッサージしてって言ったタイミングで持ちかけてきたからほんと草で。だってヘッドマッサージする身にもなってみなよ。いやしてないじゃん結局。ヘッドマッサージしたのはそれで我が家のそのクマムシでクマムシがパパをヘッドマッサージしただけで別にママはしてないよ。EMS だっけ。なんか筋肉動かすやつ入ってない。もうこれあれだね。何言ってるか分かんない。水に浸透させた方が。じゃあ水かけてあげようか。そこに水あるから。大丈夫。ねえよ。
もうとんでもねえ時間です。お休み。おやすみ。うーちゃんおはよ今日ちなみにうーちゃんに起こされたからね。ママ朝だよ。うーちゃん起きないよって。う。そっちさ、外見てみた。美味しくてあまり見えて本当にキャンピングカーいっぱいいなかった。昨日夜いっぱいいたよ。ない。本当？ちょっともう一回開けてみる。うん。すごい大変。ああ。めっちゃいるよ。でしょ？いやめっちゃいない。めっちゃいない？めっちゃ。そっち側もそうだけど、こっち側も多分いるよ。ちょっと開けてみるよ。どう？めちゃくちゃいるというよりかトラックの方が多い。あ、もうみんな出発してるもしかして。そういや並ぶもんね、駐車場。よく考えてみたらみんなもう出発してるかも。キャンカー乗りってみんな朝早いんだよね。うち遅いんだよね。昨日寝たの3時だよ。うーちゃんだけだよね、すぐ寝た。よし、じゃあ準備しよう。さあ、うーちゃんはこれで来てください。よろしくお願いします。使い方わかる？うーちゃん。うーちゃんペンギンと顔そっくりだよ。この横のペンギンと。さあ、準備して。なんかご飯買いに行こうか。そうだよ。はい、じゃあうーちゃんお着替えしてください。どれ？パパは。ママこれにした。あ、パパね、この明太子ポテトがいい。これ？うん。よし、じゃあ朝ごはん食べよう。ちょっとね、会場もゆうすけさんに先連絡して、間に合ちょっといません。遅れますと。朝ごはんね、多分食べる時間ないからもう、うーちゃんだけでも食べさせてもらないと。親はね、大丈夫だけど。はい、ということでうーちゃんいただきますしましょう。うーちゃんそれなんだっけ？チーズフォンデュって書いてある。チーズフォンデュパン。ママの？オニオンベーコンオニオン。よし、じゃあいただきます。いただきます。よし、まだチーズまでたどり着いてないけど。うーちゃんの顔ぐらい大きいね。ママのパンの方が圧倒的にちっちゃいよ。ママの顔の方がでかいよ。どう見てもこれだってうーちゃんの方が顔でかいじゃん。いや同じぐらいだよね、ちゃんとね。無理。遠近法使っても無理。なんか隠れてる。さあ、じゃあ食べて出発します。よし、行こう。さあ会場は混んでいるのか。でもさ、もう昨日さ、ここにたくさんいたキャンピングカーがもうすでに1台もいないっていうの。そうなんだね。いないんだよね。もうみんな向かってんだよね。幕張インターから降りるときとちょっと入り口が違うんだよね。幕張インターから降りるとなんか立体みたいなところから幕張メッセ駐車場に入るんだけど、こっち側から行くと反対側だから直接入るんだよね。確かなんか立教みたいなところを乗らないってこと。そう。この辺1年ぶり降りないよね。そうだね。ここ降りるときはもう幕張メッセに行くときだけだから。そうだよね。幕張メッセに行く機会ってこの時ぐらいしかないもんね。年一で幕張や。もう幕張。やっぱこっち側からの方が入場しやすいような気がする。隣は ZOZO マリンなんだ。スタジアム。そう。いや、右に曲がって左に駐車場かな。で、あそこほら連絡通路でしょ。あ、でもあそこにもう人がいないからもう入場してるんだね。いつも大体あそこに人がさ、列になってる。おい、見てごらん、ここは。やばい。なんか年々キャンピングカー増えてるよね。増えてるね。いやなんかもう入り口からしてで、どっかにゆうすけさんとかね、もう待ってくれてるっぽいって。はよって来てる。今これ最大限急いでるから。気持ちは急いで。気持ちはもう何なもついてるから。ついたけど中入れないんだよね。左右が結構車が。キャンピングカーゾーンも広くなってたけど、キャンピングカーが多くなってた。結果なんかどこに連れてかれるんだろうっていう。なんかあの辺にいっぱい溜まってんだよ。あの辺そうだよ。あ、いた。マルンポさんとユうスケさん。じゃあまあとりあえず止めるか。
ざいます。寒いよ。番組確保時間かかる。うーちゃんおはようって言ってた。じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。よし。まあとりあえず会場。これどっから入るんですか？僕らは多分向こうなんか荷物置き場もあるっすよ、ちゃんと。あ、そうですか。はうーちゃんとゆうすけさんが一緒に歩いてる。なんか前もあの辺でしたよね。3番とかなんかあの辺で入りましたよね。すごいね。い。あ、売りママ着いた。じゃあ先売りママさんなんか駅着いたみたいはい。なんか直結でしたっけ？直結っすね。売りママさんも合流して、今日よろしくお願いします。待っていただいて。いい、されます。まあ僕ら待たしてたんで。遅刻組やね。そう。すげえ待たせてくれた。そう、1時間ぐらい。そう。寒そうだ。ね、何？あ、これ？ここだそうです。可愛らしいですね。かわいい。ちょっとライト当てて綺麗にしてくれるかな。あ、清高さんも合流で。確かに冬は無理ですけど。終わり。うーちゃんこっち。結構人いっぱい。うん。ございますが QR コードを読んでいただいてアンケートに答えていただいてはい、これからおしゃべりの時間です。頑張ってください。どなたですか？うーチャンネルのうーちゃんです。はい。笑顔。これから始まる。じゃあ改めてよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あ、丸坊さんがいなかった。よろしくお願いします。肝心がいない。りーちゃんよろしくお願いします。よろしくお願いします。気づいたら結構多いですね。喋んない。結構多いですよ。ママなんか思ってたより人が多い。そうです。結構そうなんです。持ちながら。4回目たくさん集まってくれてありがとうございますすごいいやすごい人数集まってくれましたがキャンピングカー YouTuber の皆さんです。どうぞアクション俺ゆうすけさんとうりママさん2人でいるよどういうことだちょっとまあ一回そうですね自己紹介からじゃあお願いいたします。ゆうすけライフチャンネルのゆうすけです。よろしくお願いいたします。ゆうすけさんうりママチャンネルのうりママです。よろしくお願いします。ありますはい、うーちゃんどうぞ。うーチャンネルのうーちゃんです。よろしくお願いします。うーチャンネルのうーちゃんはい、まるんぽチャンネルのまるパパです。よろしくお願いします。まるパパありがとうございます。ちょっとでもうーちゃんは分かりましたけどうーちゃんの2人横にいるなんかお二人はすみません、遅れました。うーちゃんのパパの。うーちゃんのパパ、はいということはうーちゃんのママママですね。よかったでうーちゃんはどういう内容をキャンピングカーで日本一周してます。そうなのじゃあ今旅の途中ってことごめんなさい、ちょっと補足がありまして、はいはい僕サラリーマンで、基本的に普通に仕事してまして、ああ休みの日だけ使って全国各地を旅するっていう全国制覇の旅を今してる最中。じゃあ行って戻って行って戻ってとそうです。はあ、うーちゃん今まで行ったところで一番良かったところどこうーちゃんなんか横から言われてるけど極長岩手県。極中岩手県極中岩手県の牧場に行ってポニーに乗ったのが楽しかった。ああよかった岩手の牧場ねそうですね。じゃなくても全然いいですね全然本当にここはおすすめだよっていうそうですね、まあ、いろんなとこ行ってきたんですけども、でやっぱその中でもやっぱ北海道がやっぱキャンピングカーの旅ってそっか壮大なんで、はいはい
走る道路一つ一つがもうなんかもう荒野の間を走るみたいな、あんな風景やっぱ日本でどこにもないのかなと思ってて。もちろん阿蘇とかあの辺も同じような雰囲気があるんですけど、もうそれぐらいなんかすごい光景がたくさん北海道ってやっぱあるんで、で RV パークとかも北海道たくさんあるんですよ、キャンプ場もたくさんあるんで、なんでキャンピングカーで旅をするならやっぱあそこが一番いいかな。うーちゃん北海道楽しかった？うーちゃんどうだった？北海道楽しかった？あまりちょっと今のカットでお願いします。うーちゃんママさんはどうですか？そうですね、うちは結構うーちゃんが1歳ぐらいの時からキャンピングカーに乗って旅してるんですけど、やっぱり車内で立てて子供の世話ができて旅ができるってなるとすごいいいなってこう母親目線では思いますね。ってことは最後にもしよかったら運営さんここから写真をなんかみんなこんな集まってくれたからバックに撮りません？1枚どうですか？無事に終了。終わりました。珍しく喋りました。喋らない私が。完成。これ噂のスライドアウト。あ、ごめんなさい。大丈夫です。失礼だけど。いやーなんか会場結構暑かったな。コート持ってかなくて正解だった。それでも汗かいた。振動ででしょ。映像のモニターの方。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたね。じゃあまたね、バイバイ。